モカツ時間の記録 Vlog。 今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー118新 SD 戦国伝伝説の大将軍編のキット武者ガンセイバーを作っています。1993年に発売されたキット。まずは塗装その1、本体を製作する塗装動画です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ、塗装の下地を作っておきます。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはファレホのゲームカラーでエルフィックフレッシュ、少しフレッシュっぽさもある白カラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っておきます。今回はこのエルフィックフレッシュを下地に使いましたが、同じくベース塗装ではファレホゲームカラーのレッドホワイト、シタデルカラーベースコラックスホワイト、レイスボーン、レイヤー、ホワイトスカー、パリッドウィッチフレッシュなんかを用いています。パーツは2色の成形、メッキパーツプラスポリキャップとスプリング、シールが付属。 BB 戦士ナンバー70 SD コマンド戦機 G アームズのガンセイバーゼータのパーツ流用で作るキャラクターです。シールに頼った色分け設定のキットだったので、塗装でカラーリングはなかなか先の思いやられるボリュームのあるペイント作業。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。色分けの1色目はメタリックの定番銀色です。ファレホのゲームカラーシルバー、胴体、腕部、脚部などに色分けする箇所がありました。さすがに発色の強い銀、一発で色が乗っていきました。メタリックが続きます。次は金色です。シタデルカラーベースレトリビューターアーマーを使いました。戦国伝のキットでは欠かせないゴールドです。頭部、腕部、胴体、ウィングなどたくさん塗る箇所がありました。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。ベース塗料は顔料の濃度が高く、本来は下地として最適な塗料種。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約80分でした。進化以前のキットナンバー70の SD コマンド戦機第3弾キットとして登場した G アームズのガンセイバーゼータ、空戦部隊のリーダー。この SD 戦国伝のストーリー上も珍しく、異世界から来たという設定でそのまま登場してきました。ちなみに初期の BB 戦士ではこのガンセイバーゼータのほか、コマンドガンダム、キャプテンガンダム、そしてナンバー 84V コマンドガンダムが発売されました。新 SD 戦国伝と銘打たれたシリーズはこの後の7人の超将軍編、超機動大将軍編へと連なっていきます。それ以後の冠は超 SD 戦国伝となります。一部緑を使用。ファレホのモデルカラーライトグリーン。細かい箇所極細筆を使いました。グレーも塗る箇所は多く、脚部、腕部、頭部、腰部、ウィングにもシタデルカラーのレイヤーレシングレイを使用です。
レイヤー上塗り用の塗料、下地の白も効いてうまく色がのりました。レイヤー塗料はベースカラーの上に重ね塗りしてグラデーションを表現するための塗料です。ベースカラーよりも隠蔽力が低く、下の色を透かしながら塗ることで自然な色の変化を出すことができます。新 SD 戦国伝伝説の大将軍編は武者ガンダムシリーズの第5作です。1993年から1994年に展開されました。地上最強編の主人公らが引き続き登場し、SD ガンダム外伝や SD コマンド戦記とのクロスオーバーも見られるのも特徴です。ストーリーはなかなか見応えがあります。ここで赤を使います。ファレホのゲームカラーブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー、頭部、脚部やミサイルポッドなどにシールで色分け対応になっていたり、2塗装箇所に使いました。赤はもともと隠蔽力はそこそこあるカラーですが、今回は下地をしっかり入れているということもあって問題なく色がのりました。白を一部上塗り。ここではファレホのゲームカラーデッドホワイトを使いました。純白カラーです。仕上げに入ります。彫りのある白パーツには陰影をつけるため、シタデルカラーコントラストアポシカリーホワイトを水で溶いて流し入れるように染め塗りしました。もともとの白赤の成形カラーをそのまま生かすパーツには、シタデルカラーのテクニカル特殊効果表現の塗料種からマットな質感に表面仕上げを変えるストームシールドという液体塗料を使いました。ハケで水で薄めてさーっと塗っていきます。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。肩のパーツに付属のシールを貼りました。ピンセットで丁寧に作業をしていきます。このパートでは武者ガンセイバーの本体を組み上げます。武者ガンセイバーは凄まじい雷とともに突如先人の谷に現れます。ガンセイバーゼータはゴーテンが転送してくれた鎧によって武者ガンセイバーとなります。落雷による負傷を手当てしてくれた烈火ガンダムたちに恩返しを誓い、行動を共にし始めます。プライドが高く卑怯なことを嫌う性格。フロントビューからリアビューがこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー118新 SD 戦国伝伝説の大将軍編の武者ガンセイバーその1の塗装の今回はガンセイバー本体を作りました。次回武器のパーツを塗装、飛行形態を作りキットを完成させます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。